ルセラフィムのマンネ・ウンチェが2期の本性に迫る。デビュー時のルセラフィムとエンハイフンの部屋の格差を知って選ぶ大ダメージ食らった件。ルセラフィムのウンチェがホストを務める人気 YouTube コンテンツ、ウンチェのスター日記にハイブの先輩グループ、エンハイフンの2期とジェイクが出演しました。エンハイフンは11月17日にフィフスミニアルバム、オレンジブラッドでカムバックし、タイトル曲、スイートベノムの MV 本音感想会はこちらでご紹介しております。ヒスンのボスカンとニキ・ジャクソンとソンフンのウィンクやばかった。ウンチェのスター日記にはエンハイフンからは以前ソンフンとヒスンが出演しており、その時の放送をジェイクは見たと話し始めると、ウンチェはすごくぎこちなかった。実はエンハイフン、内向的な性格のメンバーが多く特にソンフンとヒスン。さらにウンチェも MBTI の一文字目が I の内向型で、3人が揃うともじもじ。ホストのウンチェは頑張って盛り上げようとしますが、ソンフンなんて緊張なのか水をごくごく。人見知り三人衆がいいコンテンツを作ろうと頑張る姿が可愛い笑える放送回でした。普段はウンチェが楽屋にゲストを迎えに行くのが番組の定番なのですが、今回は年末スペシャルということで、ルセラフィムがモデルを務めるフードをこたつに用意して、その部屋にミキとジェイクが招待されるというスタート。もちろんヒスンとソンフンの時はウンチェが楽屋に迎えに行ったのですが、その時のことについてニキが、あのシーンのジェイクさんすごくおかしかったと言い出し何があったのか振り返ると、ウンチェがエンハイフンの楽屋に向かう途中、カメラの前を腰を低くした白い服の男性がスピーディーに通り過ぎ、楽屋にバタンと音を立てて入っていったのですが、その人物がジェイクだったようなのです。ジェイクはトイレに行ってて、もともとは楽屋にいないといけなかったから急いで入ったんですが、急いでるあまりドアにぶつけました。実はすごく痛かったです。ウンチェは、そうですよね。ガンって音が、裏側で密かにジェイク、事故ってました。ちなみにヒスンとソンフンがゲストの回で、ウンチェがマンネの悩みを明らかにしており、エンハイフンのマンネ、ニキさんもきっと同じ気持ちだと思います。とマンネの悩みをお兄さんたちに共有したところ、ソンフンが、うちのマンネは違います。ニキは年上メンバーをいじめるのに忙しい、と言い放った件について詳しくはこちらをご覧ください。あの時ソンフンが言い放った言葉は真実なのか、その真相を確かめるべくウンチェが直接ニキに、ニキさんは私のようにグループのマンネですよね。どんなマンネですか？他の先輩がニキさんはマンネだけど強いと言っていましたが、これは気になる。ニキは、ジェイクさんから見てどうですか？と尋ねると、ジェイクは年が3つしか離れていないからそんなに年下って感じがしないとのこと。いや3つ離れてたら、仮に中高生の1年生と3年生だったら結構ちゃんと先輩と後輩の関係だよね。しかしそんな年下っぽくないニキですが子供っぽい一面があるといい、ジェイクは子供扱いすると嫌がるんです。だけどそれが子供なんですよね。その言葉にウンチェも共感している様子。以前IVEのマンネのイソが出演した時は、イソとウンチェがマンネばかりツインテールにされるのが嫌だと話していたりと、マンネ共通の特徴、子供扱いされると嫌がる。私からの報告は以上です。少々生意気なマンネ、ニキに対して、ジェイクはお父さんのような存在だとか、ニキは、その通りです。ジェイクさんは面倒見がいいです。と激愛。ウンチェの捜査によると、メンバーが一緒にいて一番楽なメンバーに、ジェイクが1位に選ばれたとのこと。ジェイクは、メンバーのせいで怒ることはほとんどないです。状況や自分に起こることはあっても、ジェイク君は本当に天使だなぁ。そんな寛大な良さを、ジェイクがデビュー当初はメンバーとの喧嘩が多かったというのです。その理由は、デビュー当初は宿舎で毎日定例会をやっていたから、毎日2時間お互いへのフィードバックをして定例会議をしていたというエンハイフン。2時間って結構な時間ですよね。ジェイクは、悪いことがあってやるんじゃなくて、デビューしたばかりの時は部屋が一つだったんです。
その言葉にうんちはすかさず反応し、7人で1部屋を使っていたというジェイクの告白に驚愕した様子。信じられないと言いたげな表情を浮かべるうんちに、部屋はどんな感じですかと聞くと、うんちは、私たちは自分の部屋、と回答。なんとルセラフィムはデビュー当初から各メンバーに部屋が与えられていたことが判明。ルセラの待遇がすごい。エンハイフンは7人1部屋、ルセラフィムは各メンバー部屋があったという格の違いを知って、聞かなければよかったと両手を上げて崩れ落ちるニキとジェイク。そりゃそうなるわ。このシーン好きすぎる。デビュー当初のエンハイフンの毎日2時間の定例会議はお互いを理解できるようになったら頻度を減らしていったと振り返り、2期は、僕たちはサバイバル番組で作られたグループだから、このメンバーでデビューするとは知らなかったんです。ジェイクは、お互いを知る過程が必要だったので、素敵な話じゃない。それで毎日7人1部屋で暮らしながら毎日2時間話し合っていたなんて、エンハイフンが生まれたサバイバル番組アイランドも胸熱なシーンが盛りだくさんで、エンハイフンのメンバー紹介をアイランドのエピソードを交えながら語っているので、ぜひこちらもチェックしてみてください。自分で言うのもあれですが、感動します。最後にファンからの質問に答えるコーナーで2期に対して、うんちさんが万でも寂しい思いをすることがあるだろうと言っていましたが、エンハイフンの最年少として大変なことはありますか？エンジンからの質問に、本当にないです。逆にありますか？いやないんかい。質問を質問で返す最強に期満ね。しかし寂しかったエピソードとして、デビューした時、コロナのせいで実家に帰れなかったんです。メンバーは実家に帰るのに、僕だけ寮で、14歳でデビューした2期、他のメンバーが実家に帰って自分は家族に会えなかったことが寂しかったそう。それは本当に寂しかっただろうな。しかし兄貴肌の J がある年のお正月、2期が帰国できなかった時、2期が寂しくないよう実家に招き一緒に過ごしたそうです。たくさんお兄さんたちに愛されてすくすく育ったんだね。そんな2期ですがコメント欄では、うんちの目を合わせられない2期が可愛いといじられ放題なのでした。ファンの反応は、このエピソードで一番可愛いのは2期がうんちと目を合わせられないこと、恥ずかしがってうんちと目を合わせないようにする2期。2期がうんちに話は振るけど目は合わせられないの可愛い。ジェイクはこういうトークバラエティにぴったり。楽しそうにたくさん話してくれるから周りがリラックスできる。ジェイクは会話のキャッチボールが上手だね。いつも人見知りなうんちなのに今回はとても自然で可愛かった。うんちとのトークでニキとジェイクが先輩になったの感じて感慨深いし、ここでも言い合いしててめっちゃ面白いし可愛かった。3人のケミすごく癒される。うんちのスター日記、改めて神企画だわ。うんち、今回も可愛さ満点だし MC 頑張ってくれてありがとう。エンハイフンの他のメンバーが出ている回もいつか見れるといいですね。その時はまたレポしていきたいと思います。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。